皆さんこんにちは。ポラリスエクスポートです。今回は DJI より発売されました Mavic 2シリーズ、こちらの開封からフライト準備までご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速ですけど、開封から、ご紹介していきます。こちらの Mavic 2 Pro ですね。はい、まずこのようにですね、中身を見ますと、機体本体と、送信機それぞれ入っております。そしてその他ですね、こちらが、充電器等が入った箱と、ケーブルのセット、そしてこちらにはマニュアルですとかプロペラの予備が入っています。それぞれ、今から使用方法をご紹介していきます。まず最初の工程としましては、こちらの送信機とですね、機体に付属していますバッテリーを充電します。機体の方のですね、バッテリーを充電するには、機体を展開していただく必要があります。まずはですね、前足をこのように横方向に開きます。一応これでバッテリーを外せるんですけども、後方の足は、縦ですね、こういう形で、展開します。そしてバッテリーの両サイドにあるボタンを押しながら、バッテリーを取り外します。はい、それではですね、充電の手順をご紹介していきます。まずですね、送信機、機体のバッテリーともに、バッテリーのですね、現在の残量を確認することができます。送信機はこちらの電源ボタンを1回押していただきます。そうすると今現状 62% と表示されています。そして、機体の方のバッテリーなんですが、こちらもですね、電源ボタンを1回押していただくと周りが、緑色に光るんですけども、新品の、キットに付属のバッテリーはスリープモードに入っている場合が多いので、基本的には今現在充電をしないと電源が入りません。そして、使っているバッテリーに関しましては、このリングがですね4分割されていまして、このライトの数によってバッテリーの残量を確認することができます。それでは早速充電していきましょう。こちらの方にですね、充電器が入っています。まずは、コンセントとつなぐ AC ケーブルと、充電器本体ですね。でこちらの方はですね、ちょっとこうビニールを剥がします。そしてこの AC ケーブルと充電器を接続します。そして、コンセントに接続していただきまして、機体側のバッテリーは、こちらのコネクタですね、こちらを、形を合わせて差し込みます。で、緑色のライトが、点灯しだしたら、充電開始されています。そして、送信機の方なんですけども、こちらの充電器のサイドですね、こちらの方に、コネクタが収納されています。こちらを送信機のですね、普段スマートフォンとつなぐケーブルがこちらに接続されているんですけども、こちらのコネクタを外していただいて、こちらに充電器のケーブルを差し込みます。はい、それではですね、送信機と本体バッテリーの充電が終わりましたら、実際にですね、電源の入れ方をご説明していきます。まずは送信機ですね。先ほど、バッテリーの残量チェックの時にも、使いましたこの電源ボタンなんですけども、一度押すだけですとね、バッテリーの残量を表示するだけでまた消えてしまいます。電源を入れる際には、2回押す必要があります。そして、2回目はですね、長押しをしていただきます。まず1回、2回ですね。2回目は押したままで、音が鳴ったら手を離してください。これで電源が入ります。そして、機体の方の電源の入れ方なんですけども、バッテリーの上部にある、こちらがやはり電源ボタンなんですけども、機体側はですね、電源を入れる前に必ず忘れないでやっていただきたいのが、このジンバルのカバーを取り外すことですね。こちらをはめたまま、電源を入れますと、ジンバルのモーターに負担がかかりますので、必ずこちらを外します。そしてこちらもですね、送信機と同じような手順で、1回、2回ですね。
そうすると、初期動作が始まりまして、音が鳴りましたら、電源投入完了です。はい。そしてですね、今度は電源の切り方なんですけども、基本的に、作業としては入れるときと一緒です。電源ボタンを、2回2回ですね、こちらも長押ししていただくことで電源が切れます。送信機の方も、1回2回ですね。こちらは音が鳴りますので、それで手を離していただければ大丈夫です。DJI のですね、ドローンを飛ばしていただくにあたって、送信機や機体の一式とは別にご用意していただくものがあります。まずですね、スマートフォンなんですけども、こちらの方に、DJI Go4 というアプリを、インストールしていただく必要があります。iOS の方は App Store、Android の方は Google Play にて DJI Go4 と検索してください。インストール後、アプリを起動してください。初回起動時は利用規約に同意する必要があります。続きまして DJI 製品向上プロジェクトへの参加を尋ねられます。次にログインに移ります。アカウントのない方はサインアップを選択してください。会員登録にはメールアドレスが必要です。次の画面ではパスワードを決定します。規定と方針に同意しましたらチェックを入れ次へ進みます。最後に名前、性別、地域を設定します。これでアプリ側の設定は完了です。はい。そしてですね、次は送信機の、取り扱い方についてご説明していきます。こちらの、皆さんドローン飛ばすときに使う、スマホですね、こちらの方を、取り付けていきます。送信機はですね、まずアンテナですね。アンテナが折りたたみ式になってますので、このように展開することができます。こういう向きにもつくんですけども、基本的には、普段、機体の方にですね、直角になるように向けてください。そして送信機のこの下側ですね、この部分を、展開することで、スマートフォンを挟むスペースができます。そして収納時にではですね、コントロールの、レバーがこちらの方に、収納されてますので、こちらを取り出して送信機に取り付けます。そしてこの送信機の右肩から出てます端子の先をスマートフォンの端子に接続して本体に取り付けます。これで送信機の方が準備完了になります。はい、それでは最後の工程としまして機体のアクティベーション作業を行ってみたいと思います。こちらの手順をご紹介します。送信機、機体とともに電源を入れます。あらかじめインストールしておいた DJI Go4 を開きます。DJI Go を立ち上げますと Mavic 2をアクティベートという画面が表示されます。次へを押してください。お客様への DJI デバイスハードウェア情報へのアクセスを要求してきますので了解を押してください。次に DJI 製品の利用規約が表示されますので内容をご確認の上了承チェックマークを押して同意してください。次に機体ネームを登録します。お好みの機体名を付け次へを押してください。制御モードの選択です。初期設定ではモード2が選択されております。好みに応じてモード1等に変更してください。次へ押して送信機の背面にあるショットカットボタンをカスタマイズします。特に初期設定で問題なければ次へ押して進んでください。送信機 LCD 画面の機能説明が紹介されています。確認したら次へ押してください。アプリ内に表示されるスピードなどの基準単位を設定します。設定が終わったら次へ進みます。初心者モードの設定をします。初期設定ではオンになっています。オンの状態ですと GPS の電波が受信できる場所でしか飛行ができません。そして出発地点から30メートル以上飛ぶことができない距離制限もかかっています。必要に応じてオンオフを行ってください。次に
アクティベートに使用するアカウントが表示されております。表示されているアカウントで問題なければ起動ボタンを押してアクティベートします。アクティベートが完了すると DJI ケアリフレッシュの案内が表示されます。次へ進んでください。安全についての案内が表示されますので確認します。アクティベーションが完了したら機体を再起動してください。はい、ここまでの作業で、ドローン等の初期設定までは完了いたしました。そしてあとはですね、実際に飛ばす前に、プロペラを機体に取り付ける必要があります。DJI の機体、主にですね、場所によって右回転、左回転、それぞれ回転方向の違うプロペラがつくように指定されております。そちらの目安はですね、こちらの Mavic 2でしたらモーターの方に白い印があるものとないものがあります。同じくプロペラの方の中心にもですね、白い目印がついてますので、白い印のついたモーターには白い目印のついたプロペラ、こちらを取り付けます。爪がですね、穴に入り込むようにセットしていただいて、スプリングがついてますので、押し込みながら回す、ひねって固定する、そういった形になります。右回転のプロペラ、左回転のプロペラで固定するときにひねる方向、外すときにひねる方向がそれぞれ反対になってますので、現物でご確認ください。はい、今回はですね、新製品 Mavic 2の開封から初期設定の仕方をご説明させていただきました。それでは皆さん Mavic 2を使って素敵なフライトを楽しんでください。